こんにちは。こちらでは、お久しぶりになります。オーストリア鉄道、4011型、ICE-T です。今回から、中央、オーストリアの旅が始まります。出発地は、音楽の都、ウィーン。早速、乗車する列車を紹介したいところですが、その前に、オーストリアという、ちょっとマイナーな国について、簡単にご紹介しましょう。そんなの、今更言われなくても知ってるよ。いつも習う力は、毎日大勢の人たちが行き来してるし。エアーズロックと、グレートバリアリーフが有名で、コアラとカンガルーがいるんだろ。鉄道だと、世界一長い直線の線路があって、私 HST の兄弟が走ってるってことぐらい、オセアニアじゃ常識なんだよ。どうも定番のネタをありがとう。それは、オーストラリアの方ね。ちなみに今の、オセアニアの国と取り違えられるのは、日本語に限った話ではありません。英語などでも、よく間違えられるので、ここには、コアラもカンガルーもいませんよ、という、自落ジョークグッズまで売られています。いずれは、オセアニアの大陸にも行ってみたいところですが、今回の舞台は、オーストリア。四方を他国に囲まれた、ヨーロッパの小さな内陸国です。広さは、83,000平方キロメートル。日本の5分の1程度の広さ、と言われ、北海道と同じくらいの面積です。つまり、ソフトクリームを3本早食いして買ったら、オーストリアの領土が手に入るわけだな。そういうことになるね。国土は横に長く、東側の方が、南北方向に広い形をしています。簡単に言えば、しゃもじを、右へ倒したような形状です。周囲は、7つもの国に囲まれ、東側は、チェコやスロバキア、ハンガリー、スロベニアといった、旧ソビエト傘下の国々。西側は、スイス、イタリア、ドイツと接しています。第二次世界大戦後、世界を二分していた、東西、それぞれの国と交流がありました。かつては、いろんな意味で、歴史を動かした帝国であり、世界の中心と言っても、過言ではない存在だったオーストリアですが、現在は、首都ですら、どこかのんびりした、牧歌的な雰囲気が漂う国に変化しています。治安も、周辺の国に比べたら、比較的良好で、ヨーロッパ旅行の初心者でも、安心して旅を楽しめる国です。あ、そうは言っても、完全な無防備、無警戒はいけませんよ。使われている言葉は、ほとんどがドイツ語です。ちょっとだけ癖がありますが、僕も、普段話している言葉がそのまま使えて、いつも助かっています。ただ、機械の言語設定では、ドイツ語、と書かれているのに、国旗だけが、オーストリアになっている部分に、意地を感じます。そんなオーストリアは、国の規模も、国土も、かつてほどではなくなりました。でも、いくつもの国に囲まれているおかげで、今も昔も、周辺各国との交流が盛んです。首都のターミナル、ウィーン中央駅には、国内各地はもとより、隣国や、その隣の国からも走ってくる、色とりどりの国際列車が到着します。ところで、オーストリアの列車といえば、ドレミファインバーターを搭載した電気機関車、タウルスと、客車列車ながら、スタイリッシュな外観が特徴の特急、レールジェットが有名です。でもそれだけじゃありません。もっとユニークな列車があるのです。そこで今回は、あえて国鉄の列車を選ばず、私鉄の特急列車に乗ってみます。この旅で最初に乗車するのは、2008年に創業した、新興の鉄道会社、ベストバーンです。2012年から、オーストリアの首都、ウィーンと、300キロ離れた中部の都市、ザルツブルグの間で運転を始めました。一部のメディアでは、私鉄新幹線、と書かれていますけれど、運行形態を考えると、特急、が正しいような気もします。これは、後に車中で詳しくお話ししますね。ベストバーンとは、直訳すると、西の道。ベストの部分が、英語と、綴りも意味も同じなことから、ウエストバーンとも呼ばれていますが、このシリーズでは、ドイツ語読みの、ベストバーン、を使っていきます。この列車は、文字通り、国の東側にある、ウィーンから、西に向かって走ります。でも実は、ウィーンからザルツブルグまでの幹線も、ベストバーンと言うんです。
日本で言えば、東海道本線に、東海道、という名前の新興私鉄が、特急を新たに走らせるようなものでしょうか。ただし、私鉄といっても、独自の線路は一切持たず、全区間、国鉄の線路を走行します。駅も同様で、専用の区画、ホームなどはありません。国鉄の列車と、共通の場所を発着するんです。早い話が、私が以前ご紹介した、イタリアの私鉄高速鉄道、イタロと同じ運行形態ってわけですな。ベストバーンは、国鉄の特急と、同じ線路を、ほぼ同じ性能の車両で運行するので、所要時間はほとんど変わりません。本来の性能は、国鉄のレールジェットの方が、最高速度が230キロと、少し速いのですが、オーストリアの線路は、整備された幹線でも、許容速度が、時速200キロまでの区間が多く、あまり優位性はないんです。ベストバーンは、新興会社ならではの、柔軟できめ細かいサービスや、国鉄よりも安い運賃額を想し、順調に、乗客数を増やしていきました。その存在感と実績は、オーストリア国鉄ご自慢の特急、レールジェットすら脅かしたほどです。まあそのせいで、いくつもの騒動が起きちゃうわけですけどね。車両はすべて、スイス製の、2階建て車両。大柄な車体に、切妻型の先頭形状は、一見、都市圏内を走る、近郊電車を思わせる外観です。ですが中身は、立派な準高速電車。最高速度は、時速200キロを誇ります。列車の形態は、6両編成と4両編成版の2種類が使われています。2011年の運行開始に先立って導入されたのが、6両編成の4010型。そして、需要の増加に伴い、2017年に追加で増備されたのが、4両編成の4110型です。2つの列車はとてもよく似ていて、並んで止まっていても、あまり見分けがつきません。同じ系統の車両を、追加導入したので、そっくりで当たり前なのですけれど、6年の間に、各部が見直され、いくつか仕様が変更された点もあります。そんなの、単に車両の数が違うってだけでいいんじゃないの？それだけじゃつまらないでしょ？基本情報だけだと、僕たちの子猫ちゃんは満足しないよ。2つの車両で、一番見分けがつきやすいのが、側面の出入り口ドアです。最初に導入された、6両編成版は、両開き式だったのに対して、4両版は、大きな1枚の、片開きタイプのドアになっているんです。実は両開きのドアは、運行開始直後、構造と強度に問題があることが発覚していました。実際、高速でトンネル内を走行中、他の列車とすれ違った時、車内外の気圧差が大きく変化し、ドアが開いてしまう事故が発生したのです。そのため、対策が講じられるまでの間、自慢の走行速度が160キロに制限されていた期間もありました。これを受けて、改良版では、強度が高くて構造が簡単な、大きな1枚ドアに変更したのでした。その他、初期型は、上下左右に広い、逆台形をしていた、運転席の窓が、改良型は、正方形で、面積の小さいガラスになっています。さらに、目に見えない部分でも、変更点がありました。車両間をつなぐ幌が強化され、トンネル突入時に起こる、車内の気圧変化を抑制。車体を支える、バネの硬さ、安定装置も見直され、乗り心地と安定性を向上させています。こうした変更点のうち、ドア以外の部分、運転席の窓や、バネ周りは、後に初期型も改修工事を受けて、同じものに変更されました。そのため、初期編成は、2012年に運転開始した時期よりも、乗り心地が良くなっています。ところでこの電車、近年スイスを訪れた方は、見覚えがあるのではないでしょうか。それもそのはず。ベストバーンで使われている車両は、ほぼ同じ方が、スイス最大の都市、チューリッヒ周辺で活躍しているんです。あちらは、中距離の、近郊電車として使用され、最高速度が、時速160キロと、少し低くなっています。平均乗車時間が長くないので、座席も簡易的です。オーストリア版は、これをもとに、走行性能と車内設備を、特急向けに変更した車両でした。近郊型と、車体構造が同一であったことから、運転台の上に、行き先表示器のようなものがあったり、側面に、サイドミラーが設置されています。
これは、駅を発車時に、運転士が、列車の側面を確認するものです。スイスやオーストリアの鉄道では、車両が動き出した時、列車に人や物が巻き込まれていないか、駅員が、非常停止の合図を出していないかを確認するのは、車掌ではなく、前方にいる、運転士の役割なんです。ただし、スイスの車両では活用していた、先頭部の行き先表示器を、ベストバーンは使用していませんでした。ここは後に、ガラスパネルを、社名ロゴが書かれた、板に交換しています。この部分、新型車両では、準備工事すらなされず、最初から運転席上部が、何もない形状で製造されました。そのため、おでこにロゴがないのが、密かな見分けポイントです。それでは次に、気になるお値段の話に参りましょう。通販番組か。私鉄のベストバーンは、独自の料金システムを展開しています。国鉄と提携していませんから、普段は双方の切符が、共通ではありません。当然のことながら、国鉄用の乗車券で、私鉄のベストバーンに乗ったり、またその逆も不可能です。ベストバーンの正規料金は、最も長い、ウィーン、ザルツブルグ間で、33ユーロ、日本円換算で、4300円前後です。二つの都市の距離は、300キロちょっとで、オーストリア鉄道の特急ですと、55ユーロ、7100円、と考えると、かなりお得です。これでも値上げをした方で、以前は、最大27.5ユーロ、3300円で乗車可能でした。新幹線と比べてしまうと、日本の列車が、かなり高く感じてしまいます。でもこれは、路線の3分の1以上が、在来線であることなど、条件が同じでないので、一概に値段だけを見て、優劣をつけられないところではあります。ところで、なんだこれは。それね駅構内に、日本語と英語の宣伝もあったんです。その他、飛行機では一般的になった、早割切符もあり、最も安いと、ザルツブルグまで、1800円前後で乗車可能です。ただしこれは、航空便と同じく、列車指定な上、ネットで、事前購入することが条件の切符です。もし乗り遅れてしまうと、その乗車券は無効になってしまいます。でも、後続の列車に乗る場合、新たな切符を、別に買い直す必要はなく、正規料金との差額を払えばいいようです。こういった、乗車券の規制が緩いのも、新興鉄道会社の特徴です。オーストリア国鉄では、車内に券売機が設置されている、一部のローカル列車を除き、乗車後に券を買うことができません。切符は、列車に乗る前に買う、というのが大原則で、これを守らなかった場合は、無賃乗車とみなされます。発車後の車内改札で、切符の不携帯が見つかると、乗車区間の正規料金に加えて、高額の罰金を払わなければいけません。しかし、ベストバーンは、乗車後に、乗務員からも、切符の購入が可能です。車内での支払いは、現金の他に、クレジットカードが使えます。この時の欠点は、主に2点。罰金はないんですけど、車内購入ですと、切符の値段は最も高い、正規料金になってしまいます。それから、発券機の都合で、切符の用紙が、感熱紙に印刷された、レシートタイプになるんです。乗る分には全然問題ないですが、旅の記念に、切符を集めている人なら、興ざめかもしれません。切符の話が出たところで、乗車券の購入方法もお話ししますね。オーストリア国鉄は、駅の至るところに券売機があり、緑の窓口に相当する、大きな有人カウンターもあります。それに対して、ベストバーンは、券売機がなく、ネット購入が基本なんです。ウェブサイトか、アプリで手続きをし、購入完了時に送られてくる、QR コードを印刷、もしくは、手持ちの端末に表示させて、読み取ってもらいます。一応、窓口もありますが、とても小さいもの。注意しないと、素通りしてしまいます。ただ、ここだけは、専用の台紙に印刷された切符が、手に入ります。ネット予約限定の割引料金は適用されないのですが、乗車時間ごとに区切られた簡易割引切符の販売も行っています。続いて、発着駅の情報です。ベストバーンは、現在すべての列車が、ウィーン西駅から発着します。その名の通り、市内の西側に位置し、2014年まで、オーストリアの一大ターミナルとして機能していた駅です。
構内はいつも列車や人で溢れ、いつ来ても華やかな雰囲気でした。けれども一方で、列車の発着に時間のかかる、行き止まり構造だったことや、周囲の線路、土地に余裕がなく、常に飽和状態。そのせいで、処理能力が限界だったのにもかかわらず、増発や拡張が、かなり難しい状況に陥っていました。これを解消するため、ウィーン市内の別の場所に新しいターミナル駅を建設する計画が始まります。候補に上がったのは、それまでウィーン南と呼ばれていた駅でした。南駅は、2つの方面から伸びる線路が V 字状になった行き止まり式の駅で、間に大きな操車場があります。そこで、それぞれの線路を、操車場の土地を使って一つにつなげ、通り抜け方式にする、大規模な工事に取り掛かったのです。この大胆な計画は、2009年から本格工事が始まり、2014年に全面開業にこぎつけます。ヨーロッパの駅、というと、いかにも歴史を感じさせる、石造りの駅舎や、鉄骨の大屋根の駅が多いですが、ウィーン中央駅は、2021年の時点でも、まだ本格稼働してから、10年も経っていません。ですので、ホームも構内も、近代的な佇まいとなっています。完成したホームは、全長200メートルの列車が、日本縦列停車しても、十分余るほどの長さを持ち、国内の各都市、近隣国からの列車が、多数発着します。東西の線路が繋がって、行き来がスムーズになったことにより、新たな行き先の列車が設定され、新しい鉄道会社も乗り入れるようになりました。旧来の駅周辺にあった建物も一緒に取り壊され、跡地は再開発地区に指定されています。ここには次々にビジネスセンターやホテルが完成していき、最先端の地区に生まれ変わりつつあります。駅の周りは、ガラス張りの高層ビルが、年を追うごとに建っていきます。が、まだ工事をしている区画も少なくなく、歩く時に、注意が必要です。その代わり、周囲の道路で、頻繁に、大型重機を見かけますから、好きな人には、たまらないかもしれませんね。現にうちでも、喜んで凝視している人がいました。ただ、新しい中央駅は、鉄道の乗り継ぎこそ、とても良くなったのですが、市内中心部へのアクセスが、以前よりも若干悪くなっています。路面電車、路線バス、そして地下鉄と、一通りの市内交通が接続しているのですけど、駅の規模が大きくなった分、それぞれの乗り場が、遠く離れてしまったんです。とはいえ、通り抜け構造になったおかげで、列車の動線は大幅に改善され、以前とは比べ物にならないほど便利になりました。数は少ないですが、空港までの直通列車も走っていますし、構内は、飲食店、スーパーも充実しています。あ、でも些細な欠点がありました。ホームやコンコースの床が、一部、ガラスでできているんですけど、どうも耐久性が高くないみたいなんです。5年ほど経ったら、ひび割れして、ガムテープで修復されている箇所が目立ってきました。交換しても、すぐに破損してしまうことから、次第に、普通の板に変更している部分もあります。そもそもターミナル駅って、重い荷物を持った人、ヒールを履いた人などが、日常的に往来する場所ですから、あんまりデリケートな構造にするのは、良くないんですよね。って、話がずれてしまいました。反対に、少し前までは、各方面からの国際特急や、寝台列車までもが発着していたウィーン西駅は、ほぼ全てが近郊列車になりました。それも、中央駅だけではさばききれない、一部の系統が、仕方なく西駅発着に回されている状態で、本数は激減しています。今では最長6両程度の、短い列車に似つかわしくない、長くて立派なホーム。人通りも、列車もまばらな構内。少し前まで、ここに絶え間なく、人や列車が行き交っていた光景を知っている身からすると、少し寂しくも感じます。そんな中で、唯一と言える長距離特急が、私鉄のベストバーンなのです。実を言うと、ベストバーンも、少し前までは、ウィーン中央駅を発着する系統があったのですが、いくつかの事情により、再び西駅一本に、統一されています。と、気がついたら、通り一遍の情報を、僕一人でやっちゃいました。他の人たちは、どこに行ったんだ？うちの情報部によると、ゆっくりさんは工事現場で、トラックと重機を見学中。
金の字は、チョコレートケーキの食べ比べで忙しく、あなたの妹さんは単純に、旧市街で迷子だそうです。あそこに行っちゃったか。スマートフォンの GPS が正確じゃなくなるから、道に迷うと、3年は出てこられないんだよね。そんな美しくも恐ろしい、ウィーンの街も紹介したいところですが、早速次回から、旅、という名の、移動が始まります。一見良さそうにご紹介した、ベストバーンの裏の顔も、お話ししていく予定です。それでは次回、ウィーンのホームでまたお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。ところでさっき言ってた、スマホの GPS が効かないってのは、さすがに誇張だろ？いや、本当だよ。路地の幅が狭いから、衛星からの信号が、正確に届かないんだよ。正しい道を歩いてると思ってたら、2、3本ずれてたとか、しょっちゅうです。